こんにちは。2025年6月の第2週、大分県の九十連山に宮間霧島を見に行った時の動画です。羽田の朝一の便で阿蘇熊本空港に飛んでレンタカーを借りました。運転の時間は1時間半くらいです。九十連山はその名の通り山々が連なっていて、宮間霧島がきれいに咲く山も複数あるんですが、今回は直前に開花状況を調べていて、今がピークの日出岳に登ろうと思います。最短ルートで登るなら大池からのピストンですが、今回私はフライトの関係でどうしても昼前のスタートになることが分かっていたので、大池の駐車場に停められるかとても不安でした。この時期の九十には本当にたくさんの登山者が訪れます。そこで、駐車台数が多い方が止められる可能性も高いだろうということで、今回は長者原に車を止めることにしました。長者原からの最短ルートだとこの赤線のピストンになるんですが、今日は北見温泉山荘に宿泊するので、それほど急ぐ必要がないというのと、三股の山肌が宮間霧島で綺麗になっていると聞いたので、こっちのルートから入りたいと思います。あと、行き帰りでなるべく違うルートを歩きたいというのもあります。歩き始めてしばらくはずっと舗装された道なので、足元は問題ないんですが、地味にずっと登り続けるので結構しんどいです。実は九十に来るのは2回目で、登山を始めて最初の秋に紅葉を見に来たことがあります。三股はその時登頂したので、今回はカットします。前回九十に来た時に、次はぜひ宮間霧島の時期に来てねと地元の方に言われ、それから毎年頭の片隅にはありましたが、天気とか休みの都合が合わず4年も経ってしまいました。今日お世話になる北見温泉山荘に到着しましたが、まだチェックイン時刻になっていないので、このまま日出岳を登りに行きます。この距離から見ても日出岳の山頂付近がピンクに染まっているのがわかります。棒ヶ鶴の天場の横を通ります。こんにちは。こんにちは。こんにちは。この日は宮間霧島の開花ピークかつ週末ということで、すれ違う登山者の数もめちゃくちゃ多いです。私はスタートが遅れた分、おそらく混雑のピークからは外れてるんですが、それでも日出岳の人気具合にびっくりしました。ここからは上りと下りでルートが分かれてます。振り返ってもピンク、進んでもピンクな登山道をどんどん登っていきます。日出岳の山頂はもう少し先ですが、その手前のエリアがピンクの絨毯すぎて、なかなか前に進めません。
山頂近くからは由布岳が見えました。下り専用ルートから下山します。下りルートに白いミヤマキリシマがあるって事前情報で聞いてたのに、正確な場所を把握していなかったため見つけることができませんでした。私は携帯アハモを使ってるんですが、ヒージ岳では全然ネットがつながらなくて、その場で調べることもできませんでした。登山道がめちゃくちゃ滑りやすいので、転ばないように慎重に歩きます。今日一泊お世話になる法華院温泉山荘に戻ってきました。楽しみにしてた温泉めちゃくちゃ気持ちよかったです。脱衣所にロッカーがあるので貴重品を入れられて安心でした。飲み水をいただけます。ヒージだけピンクになっているのが可愛くて、この手ぬぐい買いました。お部屋は男女混合の大部屋でした。清潔感があって濡れたものを干すスペースも十分ありました。お布団がふかふかで爆睡でした。2日目の朝です。夜の間に雨が降ったのかなという感じの濡れ具合です。ご飯おかわりしてエネルギーをしっかりチャージしました。というのも今日はもともと朝から雨の予報だったので、まっすぐ長者原に帰るつもりだったんですが、昨日山荘でタッチュー山に白いミヤマキリシマが咲いているという情報を見たので行ってみたいと思います。山荘からタッチュー山までは1時間かからず行けそうです。昨日のヒージもすごかったけど、タッチュー山にもたくさんのミヤマキリシマが咲いてます。ちょっとピークを過ぎてるのかなという印象でしたが、十分綺麗でした。でも白いミヤマキリシマがどうしても見つかりませんでした。居合わせた方たちが前日ヒージ岳で白いミヤマキリシマを見たということで、咲いてる場所を詳しく教えてもらいました。というわけで、もう一度ヒージ岳に登ることにします。あっちまで頑張ってもう一回行ってきます。白のミヤマをありがとうございます。教えていただいて。九十ではアハモの回線でネットにつながらないエリアが多くて、長者原の駐車場もヒージ岳も法華院温泉山荘も全然ダメだったんですが、タッチュー山では使うことができました。最新の天気予報を調べたら午後から大きく崩れる予報だったので、サクサク登ってこようと思います。昨日の今日でも全然飽きない素晴らしい景色です。2025年はミヤマキリシマを食べる幼虫が少なくて、花の量が多い当たり年と言われています。昨日も今日も優しい方たちが声をかけてくださって写真をいっぱい撮ってもらいました。めっちゃ綺麗ね。なんか今年綺麗らしいですね。虫がいない。そうそうそう。いよいよ下山。今日はここからが本番です。さっきタッチューさんで丁寧に説明してもらって場所の見当がついてたのと、さらに前を降りてた方がここだよと教えてくれたおかげで白いミヤマキリシマ無事見ることができました。白いミヤマキリシマだけをサクッと見るはずだったのに、いざ登ったらピンクの絨毯も再び満喫してしまって結構長居しました。
いよいよ雨も降ってきたので、今度こそ長者原に帰ります。長者原までの登山道は日地岳を登った後だとめちゃくちゃ歩きやすく感じます。九十はルートを変えて季節を変えて何度でも楽しめる山域だと思うので、またぜひ遊びに行きたいなと思います。